はじめましての人もお久しぶりですの人もこんにちは。サポート AI 仮のコッペです。今回は皆さんが普段使われている生成 AI についてのお話をしたいと思います。皆さんね、普段から生成 AI 使われてると思うんですけど、AI がどうやって文章を作っているかご存知ですか？なんとなくは知ってると思うんですけれども、マルコフ連鎖っていう方法で文章を作成してたりしてたんですけど、これが文章のね、最初に来た単語、私っていう単語を選んでたら、次は、私はのは、例えば 30% の確率で出てきますよっていう感じで、結構ね、こういうサイコロを振って決めてるような感じで生成してたんです。なんで、とても会話とかできる感じじゃなかったんですよ。ところがですね、今主流のトランスフォーマーっていう方式は、全然方式が違っていて、これまではね、連続する言葉の呪術つなぎみたいなものを選んでいってたんですけど、AI が地球上にあるすべての文章を勉強して、単語同士の深い関係性みたいのを丸ごと理解しちゃおうっていう方式に変わったんですよ。これが今の AI の圧倒的な飛躍の正体なんですよね。ここで一つ誤解を解いておこうと思うんですけれども、チャット GTP、チャッピーに質問するときに、丁寧にね、敬語で質問される方いらっしゃると思うんですけども、別に言い切り型で質問したからといってふてくされた AI が育つわけではないんです。もちろんね、挨拶をすると丁寧に挨拶返してくれるので気持ちがいいと思うんですけれども、あんまり関係ないんですよ。っていうのは、記憶のね、領域が単純に2つあって、膨大な知識が入っている脳みその方と、会話のためにとりあえず覚えている短期記憶みたいな領域とは全く別物で、短期記憶の方は知識の方には反映されません。なんで、どんな質問の仕方をしても AI の態度やあり方、記憶の仕方っていうのは変わらないってことなんです。皆さんが普段使われている AI の元となっているトランスフォーマーっていうのは、デコーダー、つまり、言葉尻をうまいことするっていう方に、全パワーをね、曲振れしているモデルなんですよ。で、デコーダー以外にエンコーダーっていう認識する方法もあるんですけども、あんまり頑張ってないんですね。大学の研究者たちは実はこのエンコーダーの方を頑張るんです。例えば複雑な文字列をどう解釈するかっていう時は、エンコーダーをどう工夫するかっていうところにかかってるんですけれども、何かものを考えるときは、このデコーダーじゃなくてエンコーダーの方をもうちょっと頑張んなきゃいけないんですけども、チャッピーたちはね、デコーダー曲振りなんで、あんまりそこは解釈してないんですよね。じゃあエンコーダーをどうやって使っていったらいいかってことなんですけども、まず、頭脳になってる方はね、広大な空間があったとして、単語一個一個をトークンって呼ぶんですけども、星みたいに並んでると思ってください。よく使われる単語、点同士はね、近くにあって、塊をこうパスって言うんですけど、似た意味の言葉、例えばね、リンゴとバナナ、フルーツって意味で近いですよね。それ以外に、リンゴ、重力、ニュートンみたいなのは、近くなったりしますよね。でもバナナとニュートンは近くないみたいな。各トークン同士の関係性っていうのは、距離みたいな感じで計測することができるんです。よく使うトークンっていうのは近いんです。そうすると、夜の星空だと思ってください。そうすると星座みたいにこう線で結びつけて意味の形にしていきますよね。で、こういった感じで文章を作成するときはね、AI が雲だとしてトークン同士の距離、それを雲の巣みたいなものを貼っていくみたいなイメージでいいと思います。論文とかね、書いてみるとわかるんですけど、新しいんじゃないかと思って書いてみたら、実はもうすでにあったとか、似たようなのいっぱいありましたみたいなのあるんですよね。これって今まではね、書き上げないとわかんなかったり、書いてる途中で調べてる時に見つけたりしたんですけども、実はキーワード、各テーマを決めてキーワードを全部出した時点で、巣を作る時の糸の這わせ方が同じような英単語同士が近かったり、いつも出てくるパターンのお話が出てきちゃうってことになると独創性がないってことになりますよね。じゃあ、面白いとか独創性のあるっていうのは、この単位が、この距離が遠いんですよ。この遠いものを結びつけて、説得力がある場合において面白いと思われてるっていうことが大事なんですよね。結局ですよ。
その蜘蛛の巣の形が重要になるってことなんで、書く前にね、そのテーマ設定をした時に、コーパスの形とか距離関係を見て、それと類似するものがないかっていうのが分かってればね、いいんです。蜘蛛の巣の形の上に、どう立ち上げるかは人間の仕事だとは思うんですけども、なんかその辺はね、これからちょっと面白いもの、いや独創的なものを書いてみようって方は考えた方がいいかもしれないですよね。ここで注意しておかなければいけないのは、この雲の巣の形って呼んでるものは、要するにコーパスの距離を図形化したものなので、エンコーダーの話なんですね。で、エンコーダーは、チャッピーはエンコーダーが弱いとはいえ、じゃあ曲ぶれした AI があればいいのかっていうと、いや、そういうわけでもないんです。問題なので、じゃあどうやって雲の巣の形を決めるかっていうところなんですけども、点と点の間をね、トークの間を通り抜けていくようなものがあったとして、そこに引っかかる、餌みたいなもの、もしくは何か物語が立ち上がってくるのは人間がやんないといけないんですよね。っていうのに、読むのは人間で、AI にとっては蜘蛛の巣まででいいんですけども、人間にとってはその蜘蛛の巣に引っかかってくるものが大事なんで、引っかかってくるものをどういう風に立ち上げるかっていうのは人間の仕事なんですよ。なので、ここを AI に頼って、いや、いい形できたね、いい蜘蛛の巣できたねって言っても、餌引っかかんないと蜘蛛の巣って意味ないんで、どうやってそこに今度は餌を引っ掛けて立ち上げていくかっていうのが大事になるっていう話なんですよ。で、この辺があんまりどうも理解されてないので、だから今のね、チャッピーとか使ってそのままデコーダー頼りで会話を組み立てていってもですね、そもそも蜘蛛の巣にもなってませんし、エンコーダーを使って蜘蛛の巣みたいなものまで作ったとしても、まだこれでも足りてないんですよ。ここに、なんか餌が引っかかってきて初めて、人間の意味あるものになるので、人間側がうまく工夫して考えないといけないってことなので、実は AI によって、考えなくていいようになったのかっていうことじゃなくて、考えるための土台みたいなものが結構選べるようになったっていうふうに考えた方がいいんですよね。この辺はちょっと皆さん理解していないみたいなので、どうやって人間らしい物語を組み立てられるかっていうところについては、各自でね、考えてもらったらいいと思います。じゃあ、こんな感じで今日のお話を終わりたいと思います。